こんにちは、新藤きみこです。今日のお題は、でこれですね、はい、こんなやつ、これ葉っぱが米つがにも似てるような感じなんですけど、米つがのこう長広い感じ、これはトドマツです。私トドマツってよく詳しく知らなかったんですけど、最近売店なんかでもこういう黒ポットに3本とか4本とか入ってる状態で売ってるのを見かけるんで、気になって育ててみたんですよね。でこの木はもともと北海道の寒いところに自生してる木なんですけど、割と平地の夏でも問題なく管理できますし、芽も結構たくさん持つので小さく作ることできるなと思って、そういう気づきっていうかそういうのがあったので紹介をしたいなと思って今日持ってきました。トドマツは、松科頭皮じゃないやモミ属の木で、樹高は20メートルから25メートルぐらいで、大きいものは30メートル近くなる結構大きな、木ですね。で北海道の山の方ではエゾマツとかメズナラとかと一緒に混生しているそうで、樹形はエゾマツみたいな、形によく似てくるそうです。直立性で枝がこう自分の重みでこう下がっていくような、もう典型的な針葉樹の形に、なっていくみたいですね。で今回はこの何の変哲もないこの、ポットのトドマツさんを、ちょっとミニで盆栽っぽくしたいなということで、3本あるんで、こっちにも実はちょっとあるんですけど、寄せ植えにして最初の形を作っていこうかなと、そういうふうに思っております。で今日の作業のポイントはですな普通は苔順を良くするために伸ばして切るっていうことを繰り返しながらだんだん細くなっていくような形を作っていくと思うんですけど、今回は樹高をもうこれ以上大きくしたくないっていうのもありますし、あんまり伸ばすとこっちの下枝の方がどんどん弱ってなくなってしまうので、この大きさのまま、形を作りたいんですよ。でこう一本一本見るとやっぱこうずーんと芯が寸胴みたいに同じ太さで伸びてるので、どこかでやっぱり芯を立て替えないといけなくて、そういう芯の立て替えという作業を、するのがポイントかなと思います。あとは寄せ植えの配置ですね。寄せ植えの基本的な配置はもう決まってるというか、基本的な考え方があるんですよね。こういう品っていう文字にするとか、心っていう文字をイメージしてそれを元に配置するっていう、そういう風に私は習ったんですけど、結局バランスが取れれば良いと思うんですよね。植える本数も必ずしも奇数じゃないといけないっていうわけじゃないと思っていて、バランスが取れれば偶数本でもいいし、もう本数が増えていけば増えるほど何本でも関係なくなってくるんで、バランスが大事かなと思います。そういう感じで今日はちょっと作業をですねやりたいと思いますので、よろしくお願いします。でトドマツの葉っぱはこういう葉っぱをしてて、米つがのちょっと細長いバージョンというか、長いのと短いのがこう交互に、互生に生えてるような、そういう葉っぱをしています。で今日は少し適期じゃないんですけど植え替えと、整枝をやりたいと思ってるので、整枝の前にいらないこの辺にある葉っぱを取ってしまおうと思います。古葉なので結構簡単にポロポロと葉っぱが生えている方向に、ちょっとむしるようにして軽く上に上げるとですね取れますので、取れる範囲でこうやって軽く取っていきます。そうするとちょっとすっきりして針金かけやすく
なるかなと思います。で次は剪定ですが、枝はそんなにないのでさほど切るところもないんですけど、例えばこういうところでよく見るとちっちゃい芽がポツッとここにあるんですよ。トドマツ結構枝先に力がつきやすいので、どこかのタイミングで切らないとずっと伸び続けるだけなんですね。こういうところは3つ出ててすごく力が強いので、まずはここ真ん中を切ると、今度はこっちに芽があってこう伸びてくるはずなんで、こっち側の枝はいらないかなと、片枝にして少し抑制しておくという感じでやっとけばいいかなと思います。で春からどんどんこう伸びてくるので、そこは強めに目摘みして抑制していくとこっちの方に芽を持ちやすいので、そうやって懐の方に枝を作っていくというような感じでしたらいいかなと思ってます。はい、これもここにこう芽があるんで、ここで切っても出るとは思うんですけど、少し段階的に見ていこうかなということで、そしてここの芽の先端が特に強くて、2つ枝できてますけど、さらにここ付け根のところにまた芽ができてるんですよね。そういうのは早めに芽をかき取っておきます。でポロッと取れますので、取れないところもあるんでそこは無理せず、もうちょっと膨らんできてからかき取ってもいいと思うんですけど、でこうあまりこの付け根の部分が太らないようにしてこうやって取っておきます。そしてこっちは1箇所からこう2個出てるんですけど、これだと缶抜き枝でこの枝元が太っちゃうので、どっちかを取りたいなと思うんですが、今回はもうこれ以上大きくしないということもあるので、ここが芯のところが上から下まで寸胴になっちゃうので、芯をちょっと立て替えたいですね。こっちかこっちどっちかを頭にしようと思うんですけど、今こっちに下枝があるので反対側にもうこう枝を振りたいということもあるので、この、左じゃなくて右側のこっちを立てて頭にしたいと思います。具体的にはこうね、こうやって針金を頭の方に立てたい方にこうかけて、そのまんまこうやって直感なんでそんなに幹は曲げなくていいんですけど、頭の部分は多少少し模様があった方が、自然に見えるので、こういう風に少し模様をつけながら起こすと、そうするとこれが横についてという感じで枝が配れると思います。こっちは将来的には切っちゃうんですけど、まだこっちがですね十分力ついてないんで、力がついてきてからこっちを切るとかした方がいいですね。すぐ元から切るようなことはしないで、今やるとしたら、吸い上げを残すためにちょっと長めにこう切っちゃうとか、そうやって作っておくと良いと思います。こうやってで芯をここで積んじゃうと、この枝みたいに、枝が横についたままで芯が立たないんですね。こういうやり方はできるだけしないで、こっちみたいに横枝を芯にして、こっちはちょっと長めに切って、それで形を作っていくような感じにした方が最終的には自然になるのかなと思います。根はそんなに切らなくていいんですけど、ちょっと長すぎるのぐらいは分岐のあるところで少し切り詰めておくと良いかなと思いますんで、鉢に収まるぐらいの感じで分岐のあるところで軽く切ってあげるっていう感じにしておきます。
こうよく見たらですね、こういう幹の途中に結構芽を吹いてるんで、来年からまた細かい枝作りができるかなと思います。今日の作業はこれでおしまいです。はい。